こんにちは、おりんです。今日はセリアさんの七色彩色中細を使ってトップダウンのセーターを編んでいきたいと思います。こういう糸です。この糸でベスト、この糸でセーターを去年編んだんですけども、それをちょっと解体して編んでいこうと思います。かぎ針は8号 5mm を使っていきます。それでは作り目を作っていきます。はい。では、はい、私の場合は92目作り目を作りたいと思います。はい、92目鎖編みしていきます。はい、それでは92目編んできました。輪っかにして編もうと思うので、輪でも、輪じゃなくてもいいんですけども、細編み編んでから輪にしてもいいんですけど、私はもう輪にしてから編もうと思います。どっちでも大丈夫です。輪にして編むのが苦手っていう場合もあると思うので、どっちでもいいと思うんで、はい、ではこうまっすぐにして上でもいいですし、この裏山でもいいです。私は裏山取ります。裏山に通して引き抜いて、これで輪になったので、ここから1段は、1目ずつ細編みを入れていきます。はい、92目細編みしていきますね。で1と最初の目にマーカーつけて、この裏山を取って細編み、はい、1目に1目ずつ細編みしていきます。はい、それでは一周ぐるっと細編み拾ってきましたので、最初の目の頭に引き抜き編みをしてつなげます。はい、1段目編めました。ここでちょっとブロッキングをしていきたいと思います。今1周92目あるんですけども、まずこの最初の目、ここが最初の目なんで、最初の目から29数えます。1、2、3、4、5、6、29。はい。ここが29なので、その横、30番目、ここにマーカー入れます。はい。では次、13目数えます。はい。このマーカー入れた横からですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13番目の横の目、14番目。ここにマーカー入れます。はい、次は31目数えます。マーカーの横から1、2、3、5、6、7、30、31ですね。で、32番目にマーカー入れます。はい。次また13目数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。で、14番目にマーカー入れます。はい。で、残り2目になっていたら合ってますんで、こんな感じにブロッキングをしてですね、このマーカーが入っているところに増し目をして、こう、どんどん広げていくっていう感じにしたいと思います。はい。それでは編み方です。最初の目に引き抜きをした後なので、鎖1で立ち上がって、細編みと長編みの交互に編んでいきます。はい、最初の目は細編みで、最初の目にマーカーを移動させます。はい、で次は長編み、はい、細編み、長編みと、この繰り返しになりますんで、マーカーがついているところまで細編みと長編みを交互に編んでいきたいと思います。はい、それでは編んできました。このマーカーが入っているところの手前は細編みで終わってます。はい、ではマーカーのところにまず長編みを1目入れて、で鎖1回入れて長編みをもう1回同じところに入れます。はい、こういう感じでここを広げていきたいと思います。はい、ではこの
マーカーのところ以外は細編み長編みの順で編んでいって、でマーカーのところに、長編みと鎖1と長編み1を入れていくっていう感じで一周ぐるっと1段編んでいきたいと思います。はい、それでは一周ぐるっと編んできました。ではここから往復編みで編んでいきます。ここからはこう編んでたのを次はこう編んで、その次はまたこう編んでっていう感じで編んでいきます。で色を変えていきますので、もう一つの色をですね用意しまして、でですね、この一番最後の目の頭にマーカー入れてまして、最初の目と最後の目とマーカーそれぞれ入れてます。私はこれを入れないとちょっと分かりにくくなってしまうので、いつも必ず往復編みする時はこれをつけてるんですけども、では最初の目の頭に、フックを通しまして、次の糸ですね、色を変えるので次の糸を持ってきて、この糸で引き抜いて引き抜きます。はい、でちょっと引っ張ってですね、こう鎖1で立ち上がるんですけども、元の糸をまたいでこうまたいで鎖1回しておきます。しなくてもいいんですけど、一応やってます。はい、で編み地をひっくり返しまして、この最後に編んだここマーカー入れてるここからスタートします。はい、ここに、細編みですね。はい、ここに細編み入れます。でマーカーをまたこの頭に入れておくと間違えないので、よいしょ。はい、で同じようにですね、長編み細編み長編み細編みと交互に編んでいって、この増し目をするところの前は必ずこの細編みになりますんで、細編みしたら、長編み鎖1長編み、はい、こういう感じで色を変えても同じ編み方ですね、編んでいきます。はい、はい、こういう具合にまたぐるっと一周ですね、この色で編んできたら、このつながってるこの白い糸でまた引き抜き編みして、立ち上がってまたこっちから白い糸で編んで、でこのベージュの糸で編んで白い糸で編んでっていうのをこう交互に繰り返していきます。繰り返して編んだものがこちらになりますですね。はい、こういう感じで柄が出ますので、ここが立ち上がりですね。真ん中にしてもいいんですけどね、スタートが15目ぐらいで16目にしてもここでもいいんですけど、なんとなく端に寄せてみました。お好みで変えてください。裏表ちょっと色雰囲気違うんですけど、お好みの方で使ってもらってですね、今最初の2段も含めて19段、全部で19段編んできましてですね、折りたたんでだいたい50センチぐらいになりました。50センチぐらい、私はこのぐらいで止めまして、胴体を編んでいくんですけども、少しこんな感じでちょっと下げたいので、ここに4段足そうと思います。これはもうお好みなので、このままこう次からこうぐるぐる編むっていうのでもいいんですけども、こんな感じでちょっとずらしたいので4段編みたいと思います。それではこう編んできたのでカットしますね。糸始末できるぐらいのカットします。白はいいですね。編んできたものはスッと抜いて、はい、糸始末します。ここが最初の目なので、その横の目に通して、でも、出てきてるところに通します。はい。で、糸始末します。はい、それではこの立ち上がりがある方を後ろにするので、ここに糸をつけようと思います。次の段白なので白の糸つけます。くくっちゃってつ
つけようかなと思います。はい。はい、それでは鎖1で立ち上がって細編みですね。普通に細編み、細編み、長編みって感じで、もういつも通り編んでいきます。はい。では、わーっと編んで、ここまで編んでいきたいと思います。では、1段編めました。最後の1目、細編みなんですけども、ここまで編んだら、糸を変えるので、糸を変えていきますね。途中まで引っ掛けてきたら、ここで、こう、最後のだけ抜きます。はい。で、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返します。で、ここで、ここから白い糸をですね、この編み込みながら進めてもいいですし、こんな感じで、こういう感じですね。編み込みながら進めてもいいですし、進めると、こっちまで来てですね、ここからまた編み始めるって感じですね。でもいいですし、カットしてもいいと思います。こうずっとね、こう巻き込みながら編んでいってって感じになるんですけども、私ちょっとカットしようかなと思います。巻き込まずに。どっちでもいいと思います。はい。カットします。好きな方で編んでください。スタートが長編みですね。長編みからのスタートになります。はい。3って感じで。最初の目の頭に任しておきます。はい。それで、もう同じです。細編み、長編み、細編み、長編みっていう感じで編んでいきます。はい。これを私はあと2段ですね。合計4段。今編んだものと次のと、で、白、ベージュ、白、ベージュって4段足して、で、ここをつなげてぐるぐる編んでいこうと思うので、まず4段足していきたいと思います。はい。それでは4段足せたので、こうですね。こういう感じで、ちょっと段もついて、ここから編んでいこうと思います。ここからはもう一緒ですね。まず1段編みますね。はい。普通にギュッとして、鎖1しようかな。で、長編みのところには細編み。で、次長編み。細編みっていう感じで端まで編んでいきたいと思います。はい。それでは編んできました。20段目ですね。こっち20段目なんですけども、お袖の部分をこう折り曲げて、細編みからのスタートになるんで、ここの角に長編みを1目入れます。よいしょ。はい。こっち側の角に今長編みを入れました。はい。で、この最初の目、ここに細編み入れます。これでつながりました。でもこのまままた同じように長編み細編みと編んでいきます。こういう感じでずっとまた編んでですね、ここつなげるときはですね、こう最後の目が細編みなんですけども、細編みして、こっち細編みなので長編みしてっていう感じで色を変えて、またこっちにこう変えていくっていう感じでどんどんぐる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 編んで、お好みの長さマイナス4センチぐらい私はおそらくこの着丈が50センチになるぐらいまでどんどんぐるぐる編みたいと思います。
それでは、着丈50センチぐらいになるまで編みました。この肩からここまで50センチです。輪っかになってから40段ですね。編み足しました。私の場合ベージュで終わろうと思っていたので、ベージュで終わってます。はい。では最後の目をスッと抜いて、糸始末できるぐらいの長さでカットしています。白ももうカットして糸始末しました。で、ここが一番最初の目の頭になるんですけども、ここの横の目、ここにこう通します。1目増える感じになっちゃうんで、こういう感じでして、で出てきてたところ、元々のところとその下の1本通します。はい。後でこうリブ編むので、こんな感じで処理しておきます。はい。で、糸始末を後でちょっとします。はい。こういう感じでつながりました。で、ちょっともう袖編み始めてるんですけども、ここからがお袖編んでるんですけども、ぐるぐる編んでます。お袖の編み方なんですけども、まずぐるーっと目がベージュの目があるんですけども、これが53目あります。あとここ編み足した部分と、ちょっとちょろっとした部分あるんで、この辺を斜め拾って合計60目になるように、まず1段目編みたいと思います。最初の段は白で編んでいこうと思います。で、これ私的には後ろ側と思って編んでるんですけども、こっちが表側として編んでまして、後ろ側を向けてここに糸つけていきます。このスペースに斜め拾うんですけども、適当に拾うんです。1、2、3、4、5、6、7ぐらい拾おうかなと思うんですけども、割と適当に拾います。4目ぐらいのこの辺から編み始めて、まず4目拾って最終3目拾おうと思います。はい。分かりにくければもうここから拾うか、ここから53目拾ってからあと7目拾うかで、お好みで調節してみてください。こんな風にですねなるんですけども、ここが下に、袖の下になるように私は編みたくてですね、隠して編みたいね下の方でちょっと始まるようにしたいんですけども、分かりにくければこの辺から始めてください。はい。で、4番目から始めます。4目目、はい、持ってきてキュッとします。はい。鎖1で立ち上がって、今入れたところ同じところに細編み、はい、で次は長編みなので、はい、長編み5ですね。で次はですね細編みですね。細編みで長編み、この辺拾っときます。はい、こんな感じでちょっと適当に編みました。こんな風に穴がちょっと開いたりするので、この糸始末の糸でこう適当に縫い合わせようと思います。では次からは53目分目があるので、目を拾って53目編んでいきたいと思います。で、ここに残り3目拾って最初の目の頭に引き抜き編みをするっていう感じでつなげたいと思います。はい、では53目編んでいきます。はい、それでは53目編んできました。最後は奇数なので細編みで終わってますんで、次が長編みですね。あとここに3目適当に入れるだけです。はい、長編み入れます。はい、で細編み、はい、長編み、これで1周60目になりましたんで、次の目から最後の目はちょっとですねマーカーしておいて、もう分かんなくなっちゃうんで私はい、これじゃないですね。最初の目の頭に刺してで色変えて持ってきます。
はい。でこれ絡めて鎖1、編み地をひっくり返して続き編んでいくっていう感じになります。もう増減なしで、最初増減しようかな、減らしていこうかなって思ってたんですけども、編み目的に、別にできないことはないんですけども、説明がややこしいので減らしてないんですけども、お好みで、できる方はお好みで減らしてください。ぎゅーっと手首の方に少なくなっていくと、割とすっきりして見えるんで、ただこのまま減らさずに同じ数編んでいって、手首をキュッと締めるっていうのでも全然可愛いので、私は今回そっちにしたいと思います。はい。てな具合にですね、どんどん編んでいくと25センチぐらい編んだんですけど、34段で25センチぐらいなので、だいたい60段から65段ぐらいで一つ袖が編めるかなっていうぐらいだと思います。このセンチもお好みで、私は50センチぐらい編もうと思っていて、でこのリブですね、手首のリブを5センチぐらいにしようと思っているので、そういう感じで編んでいこうと思います。で袖が編み終わったら、袖とネックラインと裾のリブを全部同じ感じで編もうと思います。それではお袖を編んでいきたいと思います。はい、それではお袖編めました。袖を48センチの64段編みました。こちらはお好みで増減してください。本体編めたので、次はリブを編んでいきます。お袖、それからネックラインで裾ですね。こちらの、合計4箇所編むんですけども、こっちもちょっと1個編んで、こんな感じになります。白でもベージュでもお好きな方で編んでください。この白とベージュもお好きな色で編んでください。全部引き抜き編みで編んでまして、9目で編んでます。でお袖は9目で編もうと思います。で裾も9目でいいかなと思います。で、ネックラインだけ5目にしようと思います。こっちが裏で、こっちが表で、表に向けた状態で編みます。ではお袖、まずお袖なんですけども、どこでもいいので糸をつけます。私はこの一番下のところ、ここにつけます。はい。持ってきて、鎖1回します。はい、キュッと締めまして、9目なので立ち上がりと合わせて10目鎖編みをします。10かな、10ですね。10目行いましたら、裏山2個目に引き抜き編みしていきます。はい、こういう感じで引き抜き編みを9回行います。はい、9回引き抜きしてきました。そしたらこの根元の目ですね、今ここに入ってるので、この横の目にまず1回引き抜き編みします。そしてその横の目にも引き抜き編み、合計2回引き抜き編みをして、編み地をひっくり返して、ここからは奥の半目を取っていきます。今引き抜きをした位置に2目は飛ばして、この3目目の奥の半目ですね、こうすごく寝ているここが目なので、よいしょ、これの奥のこれですね、この1本だけを取っていきます。とりあえず8目取りまして、9目目だけ2本取ります。これです。このちょっと一番取りにくそうな目
はい、慣れてくると取れるようになります。慣れです。これです。はい、8目取ったので、最後のこの目だけ、こことこの半目両方頭の2本取って引き抜き編みで、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返してまた9目取ります。この奥の半目です。奥の半目、奥の半目、奥の半目と9目取ります。はい、でまたこの根元に戻ってきたので2目引き抜き編みをして、はい、編み地をひっくり返して2目飛ばして3目目から奥の半目で最後だけ2本っていう感じで編んでいきます。で同じように裾も表から、私だったらこの端往復編みをしていたここが立ち上がりの目なんですけども、この辺か真横のこの辺から糸をつけて、さっきと同じように9目のリブ編みます。ネックラインはですね、ここから取るんじゃなくて、このちょっと下がってるんで、こう正面に向けてこのど真ん中あたりか、もしくはこの辺とかこの辺から編みます。で前から編むと真正面になるので、こっちから編むと裏側から編むことになるので、ここから編みます。裏側に糸をつけて、同じです。裏側に糸をつけて鎖1でキュッとしてから5目、私は5目にしようと思うので6目鎖を編んで、そこからも同じです。12345編んだので、2個目の裏山、1段目は2個目の裏山から引き抜き編みして5目引き抜き編みをします。同じなんですけども、はい、そしたらこの目ですね、目に引き抜き編みを2回行って、で編み地をひっくり返して2個目、2個を飛ばして3個目ですね、3個目の奥の半目、はい、1、2、3、4と編んで、一番外側だけ頭の2本を取ります。はい、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返してって感じで同じように続けていきます。リブ以外の本体、ベージュと白とを使って編んできたんですけども、これだけで 316g ぐらい使いました。このリブなしで。その半分ずつなので、白の方がこの2段多いんですけども、だいたい半分ずつとして6玉ちょい使っています。私が去年買ったものは 30g 入りだったんですけども、今年は 25g 入りになっていて少し少なくなっているので、今年の売り場にある状態の七色彩色でいうと13玉ぐらい本体だけでいるかなと思います。あと白が何グラムぐらい使うかはまた後で全体量を測ってからお知らせしたいと思います。はい、それではリブを4箇所編んで完成にしたいと思いますので編んできます。はい、それではリブを編んできました。お袖と首元と裾です。で最後ここを閉じていきたいと思います。なんかこうどんどん編んでいくと1目残って
ここで止めてもいいし、こっちは持ってきてもいいんですけど、私はもう上まで編みました。でスッと抜きます。ピーッと抜きまして、最後つなげます。いろんなつなげ方があると思うのでお好みでいいと思うんですけど、私は今回表の方から目をすくって閉じていこうと思います。すくうところはここに目がそれぞれあるんですけど、この間を通します。はい、でこれもちょっと一旦ここを通します。通してもう一回通します。同じとこですね。同じとこ通してます。で次はここをまたいで、はい、したら次はこことここで、こことここ、ここをこう、こことこうって感じでどんどん、はい、つなげていきます。ここ出てるんで、こことここ、はい、でこことここで、こことここでな具合です。後ろから目をそれぞれ拾っていくっていうのでも大丈夫です。ちょっと分かりにくいんでね。はい、締めながら拾っています。はい、はい、こんな感じで下まで来たらですね、締めて、はい、で私この辺適当なんですけど、この辺にぶっ刺して後ろに出して糸始末っていう感じでしようと思います。はい、では糸始末をして完成になります。はい、それでは出来上がりました。お袖はこんな感じで出来上がりまして、こんな感じで裾もいきます。はい、裾こういう風に伸びますんで、はい、サイズは横に表記させていただくんですけども、だいたい51センチ、着丈52、3センチ、袖はここからここまでが52、3センチですね。最初にヨークを編んで、袖と胴体と編んでいく形のトップダウンの編み方で編んでみました。千鳥格子の模様で、かわいいセーターが出来上がりました。では試着をしまして動画を終わりにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。